どうも、ワンピースの謎と仮面 YouTuber、ゆれてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2024年29号ワンピース最新話1117話、を考察します。とは一体何でしょうか？これはしかすると話数の語呂合わせからわかりそうです。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただし最新話まだ読んでない人は多いネタバレを含む内容ですから、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか？行きましょう。この1117話を読み解く鍵は2週間前に予想したようにです。2週間前、1117話の予想はこのように考えました。こちらです。1117話の類似話数は17話、117話、1017話、1107話です。そんな1117話の話数の語呂合わせ予想は、火が3つで、秘密のニカや D の名前、さらに巨大な王国の名前が明かされそうです。そしてさらに、人々避難。海に沈んだ世界で人々が避難した話か。さらにエッグヘッドでも人々が避難していきそう。そして世界の反応シリーズには4校たちがまだ残っていますから、1117話にはシャンクス、バギー、黒ひげたちが現れそう。秘密のこれが1117話の一つ目の話数の語呂合わせ。これは2週間前に予想できました。それではなぜ1117話が名前の話だと予想できたのか、頭がガチガチに硬い人たちに分かりやすく噛み砕いて解説しましょう。例えば、700話ではドフラミンゴがローに名誉を傷つけられています。700話の話数の語呂合わせは、なおれとは人の名誉が傷つけられることです。さらに1037話は伝説の悪魔の実の名前の話でした。1037話の話数の語呂合わせは、あの実の7イコールです。これが語呂合わせによる考察方法です。話数に7がつく場合、名前の話である確率が高まるわけです。ただし1117話の予想は語呂合わせ考察以外はいまいちでしたから、話数の理論を修正していきましょう。17話では一輪車のカバジが天高く舞い上がりゾロを攻撃。一方1117話ではヴィーナス星が天高く舞い上がりゾロを攻撃。117話のタイトルはドリーとブロギー。一方1117話ではそのドリーとブロギーの部下たち、伝説のエルバフの古戦で巨人たちが暴れている。1017話ではミスター武士道ゾロが包帯に巻かれて治療中。一方1117話ではソードたちが包帯に巻かれて治療中。次に1107話では巨兵海賊団がエッグヘッドに上陸。一方1117話ではその巨兵海賊団が再び登場。さらに1107話の扉絵はトラファルガーローです。このローの扉絵と1117話のつながりは後で考えましょう。以上が話数の理論一つなぎです。それでは本編の考察を始めましょう。1117話のスタートは海賊島8の巣。海賊島にはなんとついにクリークと銀が登場。金と銀です。前回1116話の終わりではゴールドロジャーを懐かしむシルバーズレイリーの金と銀。そして1117話の始まりは金のクリークと銀の銀。ついでに鉄壁のパールもいますから、金銀パールプレゼント。そんなパールさんと海賊たちは海底に黄金鏡があるかもしれないと騒いでいる。これはすでに考えたように絵本嘘つきノーランドの最後の言葉、黄金鏡は海に沈んだというセリフがひっくり返った。そのノーランドの子孫モンブランクリケットも登場。クリケットはまたバカな夢ロマンを追いかけると言います。ロマンがあるクリケットの頭には栗マロンがある。そして栗の反対は陸。モンブランとは山のことであり、モンブランクリケットは海の中に潜っていました。つまりモンブランクリケットは沈みゆく世界のヒントキャラだった。ノーランドの伏線がノーランドことエッグヘッドで綺麗に回収されました。さらに海賊たちは海底探索のために人魚と友達になりたいという。200年前まで人類が差別してきた人魚や魚人たち、その差別さえもひっくり返っていく。おそらくこのまま世界が海に沈んでいくなら、人魚姫白星を筆頭に人魚たちは人類の命を救うでしょう。古代兵器ポセイドンとは幾千もの命を救える愛の力だと言います。そんな展開がもしもあるなら、牢獄にいるアーロンにも手伝ってほしいところです。人間を蔑んでいたアーロンが人間たちの命を救うなら、それも世界がひっくり返ったことになり、胸熱展開だからです。
アーロンは若い頃ジンベエよりも平和的な魚人でした。場面は変わって海軍 GS 総合病院。コビーやドレイク、ソードたちが治療中。コビーはベアパンクの暴露配信を聞いて大変な結論になると推察しています。大変な結論とは前回考えたようにワンピースイコール古代兵器。それを海賊たちが狙っているのだからたまったもんじゃない。それを守るのが海軍の正義。これも前回考えました。ワンピースを取りに行くぞ。古代兵器の存在は世界に恐怖と戦争をもたらすだろう。覚悟しろ。それこそが俺たちの望む暴力の世界。これが1117の数の語呂合わせ2つ目。人々柔軟。人々柔軟。柔軟とは苦しみや災いを受けることです。場面は変わってクエットのサニー号。サニー号を攻撃するブイナス星。それを止めたのはモ。モとはマリモ。サンジがつけたゾロのあだ名です。モとは海水や水中の植物です。モを覚えておきましょう。ここでブイナス星とゾロはお互いの刀が鬼鉄だと気づく。やはり10年以上前から言われてきたようにブイナス星の刀は初代鬼鉄か。これも語呂合わせ秘密の名。そしてゾロは波に先に船を出せという。海岸でもボニーが避難するためにルフィを待っている。これが1117の話数の語呂合わせ3つ目。人々避難。人々避難。一方、五老星たちに追われていたルフィが振り返ると、イノシシのウォーキリー星や五老星たちがいない。これが1117の話数の語呂合わせ4つ目。人々いない。人々いない。その五老星たちの行き先は、電電虫を守る鉄巨人。4人で鉄巨人を取り囲む五老星たちですが、その鉄巨人が200年前、マリージョアを襲ったロボだと気づく。なんという記憶力。200年前のことを覚えていました。五老星は無能だがボケてはいません。つまりおじいちゃんたちは200年前から生きていたことが確定。不老の存在なのか。五老星たちもオペオペの実の不老手術を受けたというのか。一方、ベアバンクの暴露配信はここで終わるようです。なぜならこれ以上話したら、それは憶測になるからだという。ベアバンクの配信はわざわざ映像電電虫を用意させたことから、太陽の神ニカの姿をリアルタイムで世界に配信すると予想しましたが、こちらの予想は外れました。ベアバンクが10分待って世界を混乱させてまで映像で見せたかったものとは、自分の土下座だった。世界に謝罪したかっただけ。ベアバンクのエゴ、欲は強めです。しかしそんな暴露配信もいよいよ大詰め。ベアバンクは最後にメッセージを残す。それは D の一族へのメッセージ。モンキー D ドラゴン、モンキー D ガープ、モンキー D ルフィ、ポートガス D エース、マーシャル D ティーチ、トラファルガー D ロー。6人の D の一族の名前が登場。そこではティーチこと黒ひげ本人も反応している。これが1117の数の語呂合わせ4つ目。ティーチ。ティーチ。7は中国語でチーと読みます。ちなみに1117の類似話数1107話では黒ひげの血縁血の話でした。とにかくベアバンクは D へのメッセージを残す。D の名を持つ者たちへ、お前さんたちの中にもうガッシャーン。猛烈な猛突進でイノシシウォーキリー星が鉄巨人を吹き飛ばしました。その衝撃で暴露配信はもうでストップ。もうそんな、これは悶々とする展開だもん。しかしこのもの続きは語呂合わせで読み解けそう。1117の話数の語呂合わせは一つ目は秘密の名だと考えましたが、もう一つ語呂合わせがありそう。それは意が3つで意味な。意味な。そう、ローの本名はトラファルガー D ワーテルロー。意味なワーテルです。この語呂合わせは2週間前、白うさぎさんがコメント欄で考えている。つまりベアバンクのセリフの続きは、例えばこう。 D の名を持つ者たちへ、お前さんたちの中にもう一つ名前を持つ者がいるはずだ。ワーテル。滅ぼされた王国、ドーン王国、王家の名。現在では意味名として残っているのではないか。こんな感じでしょうか。意味名ワーテルについては過去にこのように考えています。こちらです。1066話は66話と166話につなげてくるでしょう。ここではサンジが自分の夢や信念一本の槍を諦めているとゼフに指摘されていますが、この66話とつなげるなら900年前に滅んだ王国、その王国の思想、ついえた夢が語られるかもしれません。66話ではドンクリークが敗北しています。ならば1066話ではドーン王国が敗北した話なのか。そ
そしてベガパンクはその王国の思想をクローバー博士と同じように復活させたいかもしれません。それがベガパンクやドラゴンの夢 D の意志なのかもしれません。1066話の話数の語呂合わせ予想3つ目は0を前につけてワーテルロー。ワーテルローというのはどうでしょうか。ローの隠された意味名はワーテル。そんなワーテルは滅ぼされた王国と関係がある。滅ぼされた王国が D の国ならワーテルとはその王族なのか。ルフィとローの表裏一体からローが生まれた国、滅んだ白い町フレバンスと900年前に滅んだ超高度文明のある王国、この2つの国のつながりを軸に夜明けについて考えます。白い町フレバンスはルフィの出身ドーン島または900年前に滅んだある国と関係していそうです。白い町フレバンスは憧れの町とも呼ばれ、フレバンスの地層から取れる白煙という鉛は底なしの金を生んだと言います。しかしその白煙は遺伝子を欠損させて寿命を縮めてしまう毒でした。この事実が判明すると近隣国はフレバンスの民を伝染病だと勘違いしてフレバンスを隔離します。そしてフレバンスの民はホワイトモンスターと呼ばれ迫害されていきます。しかしフレバンスの民は立ち上がり近隣国と戦争が始まりました。これが白い町フレバンスの悲劇です。ちなみにフレバンスの町には勝利の女神ニーケ、別名ニカの銅像が飾られています。とにかくこのフレバンスの話はワンピースにしてはかなりリアルでシビアな設定ですが、もっとシンプルに考えましょう。フレバンスの話はキーワードを抽出すると分かりやすいでしょう。フレバンスの話のキーワードは1、かつて栄えた国の滅亡、2、伝染する病、本当はしない、3、白くなる、4、受け継がれる、5、戦争。この5つでしょう。国の滅亡と戦争は900年前のある国となんとなくつながることがわかるでしょう。さらに白くなるとは1070話で明かされたようにイコールドーン、夜明けだともわかります。そして残されたキーワードは伝染と受け継がれるです。受け継がれるといえば受け継がれる意志 D の意志でしょう。つまり白い町フレバンスで伝染病だと恐れられた白煙病と表裏一体になるもの、それは D の意志。世界政府が恐れているある王国の思想 D の意志、夜明けの意志が伝染することを世界政府が恐れたからある王国は滅ぼされた。それは白煙病が伝染することが恐れられて滅亡したようにです。クローバー博士はその王国の存在と王国の思想こそが世界政府の脅威だったため、ある王国は滅亡したのだと突き止めていました。そしてこのパンクチャーによる大穴はおそらく前回1038話のキッドのセリフ、時間をかけりゃ水滴でも石を削るにかかってるでしょう。これはわずかな水の雫でも絶えず落ちていれば岩に穴を開けるという日本のことわざ、剣敵岩をうがつそのものです。さらにまだあります。前回ビッグマムが持つ剣ナポレオンと同じ名前、ナポレオンが敗北したトラファルガーの戦いを紹介しましたが、コメント欄スティーブン・パーヤンさんによるとトラファルガーローの正式名トラファルガーワーテルローもこの戦いにかかっていそうだと教えてもらいました。それは同じくフランス軍ナポレオンが敗北した1815年に起きたワーテルローの戦いです。ワーテルローとはフランス語でワーテルローと書き、その語源はゲルマン語のワラー、水です。つまりワーテルローこと水が穴をうがつ、それこそが剣敵岩をうがつ。ワーテルイコールワラー、水であり、この1117話のタイトルモイコールモ、元は海中や水中で生きるマリモのこと。さらに1117のスタートも水中の人魚たち。そしてローが率いているハードの海賊団たちは海戦に強い海賊団であり、潜水艇に乗っています。そんなハートの海賊団やローの伏線が描かれている回は780話ハートの呪縛。そこでは元天竜人ドフラミンゴにローが滅ぼされている。しかしそれでもローはルフィこと太陽の神ニカに希望を抱いています。4年前に考えたように800年前のヒント回はドレスローザ編なのです。そのドレスローザでは太陽のルフィと水のローが手を組んで戦っていました。さらに1117話の類似話数1107話の扉絵はローです。
1107話のタイトルは、あんたを探してたんだ。さらに、鉄巨人を攻撃したのは、イノシシ、ウォーキュリー星。ウォーキュリーイコールマーキュリー。それは水星。水です。水、ワラ、ワーテル。水、ワラーの発音は、日本語では笑う。そして、滅ぼされた王国の名前はクローバー博士が撃たれた。あの伏線通りなら、王国の名とは、ドーン。夜明け、ドーン王国でしょうか。さらにそのドーンこそが D の名前。ちなみに、こうしたベガバンクの配信内容は、ロビンならある程度知っていそうです。なぜなら、ベガバンクの配信内容は、オハラのポーネグリフが元になっているからです。ロビンは過去になぜ戦うの D の名を持つあなたたちよ。そんな風に言っていました。そしてあまり笑わないトラファルガー・ディ・ワーテルローとは、滅ぼされた笑うドーン王国の末裔なのか。太陽、麦わらのルフィと水、ワーラ、ワーテルのロー。やはり D の名前の意味を解き明かすのはローでしょう。以上のつながりからもの続きは、もう一つのな、意味なワーテルだと考えます。ちなみに1117話にはもう一つ隠された名前がありそう。それが先ほど述べたドーン王国です。ドーン王国という名前について過去にこのように考えています。こちらです。そして1066話は66話とつなげているでしょう。66話ではドン・クリークが敗北しています。クリークとはドイツ語で戦争ですから、ある王国の名前がもしもドーン王国なら空白の100年、つまり100年戦争に負けたのはドーン王国ということになり、ドン・クリークとつながります。ドン・クリークイコールドーン王国の戦争。そして語呂合わせで秘密の名、意味名が成立する1117話にドン・クリークが登場しているのです。ドンとドーン。さらに1117話の扉絵には世界の夜明けを待つ男、ネコマムシもいます。以上です。続いてはいつものように次回1118話の展開を和数の理論から読み解きましょう。1118話の類似話数は18話、118話、1018話、1108話です。18話ではシャンクスにもらった麦わら帽子の話。ならば1118話にシャンクスが登場か。118話ではミスター3がリトルガーデンに登場。3イコール3、太陽。さらに1018話では太陽の神ニカの伝説。シャンクスに奪われたゴムゴムの実の話。そして魚人差別の話もありました。さらに1108話ではニカッと笑うブロギーと巨人となった太陽の神ニカ。つまり18話、118話、1018話、1108話は太陽の回です。なぜなら8話語呂合わせで8日の陽と読むからです。それならば1118話ではルフィがまた太陽の神ニカになるのか。いや、しかし話の流れ的にはニカを守る鉄巨人が中心か。鉄巨人はおそらく太陽の盾、ニカの盾でしょう。そして1117話には盾男、鉄壁のパールさんも登場しましたから、1118話では太陽の盾、鉄巨人がルフィを守りそう。そんな1118話の語呂合わせ予想は、人一倍。ルフィが人一倍巨人になるのか、それとも鉄巨人やクマが人一倍頑張っちゃうのか。I'll be back。I'll be back とは映画ターミネーターのセリフです。溶岩に溶けゆくターミネーターは親指を立てて I'll be back 私はまた戻ってくると言い残していました。この語呂合わせが反映されるなら1118話ではロボットが活躍しそう。それは例えばターミネーターに似ているバーソロミュー、クマや太陽の盾、鉄の巨人の話でしょうか。鉄の巨人が五老星にやられつつもルフィたちを逃がすのか。さらにバーソロミュー・クマもルフィたちを逃がすのか。一陰一陽。一陰一陽とは占いの世界における陰と陽。一陰一陽、これを道という。その意味は陰と陽は互いに対立しながらも助け合う。そして螺旋の道が生まれていく。そんな意味の言葉です。それならば1118話ではエッグヘッドを脱出するための道ができそう。その道とは以前考えたように熊のニキニキの実でしょうか。これは巨人たちの船が1隻しかないところがポイントか。1隻だけの巨大な巨人たちの船に全員乗り込めれば熊のニキニキの実一発でエッグヘッドから脱出可能です。一陰一陽、これを道という。陽がルフィなら陰は熊なのか。
バーソロミュークマは太陽であるルフィを陰ながらいつも見守ってきました。皆さんはどう思いましたか？ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。